皆さんこんにちは、アンリです。今日はアンソロピックの年間売上ペースが300億ドルに到達してオープン AI を逆転し、年間100万ドル以上を支払う大口顧客が2ヶ月で倍増。さらに Google が400億ドルの追加投資を確定させ、ブロードコムと組んで2027年から3.5ギガワット分の AI チップ容量も上乗せ確保するという AI 業界の収益地図が一気に書き換わったニュースを AI に詳しくない方にもわかるようにお伝えします。たった4ヶ月でアンソロピックの売上ペースが3倍以上に膨らみました。年間1億円以上を払う大口企業の数もわずか2ヶ月で500社から1000社へと倍に増えています。投資家の Google はここでさらに4兆円超を上乗せ、ペンタゴンに採用されなかった AI 企業が民間の現場では真逆の勢いで成長しているという奇妙で象徴的な状況が起きています。今日は2026年5月4日月曜日、緑の日です。本日のニュースは5月2日にお伝えしたアンソロピック9000億ドル評価のリーク情報の続報になります。前回はラウンドの大きさだけが先行していましたが、今回は売上の数字、顧客の数字、Google の投資額、そしてチップ容量の数字が一斉に公開され、 AI 業界の収益地図がはっきりと見える形になりました。専門用語が多くなりますが、必ず言い換えを添えますので最後までお付き合いください。まず一つ目のセクション、アンソロピックの ARR が300億ドルに到達した件です。 ARR というのは年間売上ペースのことで、アニュアルリカーリングレベニューの略です。例えば1ヶ月の売上が25億ドルあれば、それを12ヶ月続けたと仮定して年間で300億ドルというペースになります。実際に1年分の売上が300億ドルあるという話ではなく、今の月次ペースを延長したらこのくらいになりますという指標です。アンソロピックの年間売上ペースは2025年末の時点では90億ドル、日本円にしておよそ1兆3500億円でした。それが2026年4月の時点で300億ドル、およそ4兆5000億円まで伸びました。たった4ヶ月で約3.3倍です。比較対象としてセールスフォースのケースがよく語られます。セールスフォースが同じ300億ドルの AR に到達するまでにはおよそ20年かかりました。アンソロピックは設立2011年ですから、まだ5年弱の会社です。SaaS 業界の常識で言うと考えられないスピードです。さらに重要なのがライバルとの逆転です。オープン AI の AR は2026年4月時点で約250億ドル、日本円でおよそ3兆7500億円とされています。アンソロピックが300億ドル、オープン AI が250億ドル。 AI 業界で売上ペースだけを見ると、アンソロピックがオープン AI を抜いた形になります。一般のニュースだと未だにチャット GPT が世界一のイメージが強いと思いますが、企業向けの AI 契約に限るとすでに王者が入れ替わり始めています。次に2つ目のセクション、年間100万ドル以上を支払う大口顧客の倍増です。アンソロピックの数字でもう一つ衝撃的なのは、年間100万ドル以上を支払う大口企業の数です。2026年2月の時点では500社程度でしたが、4月には1000社を超えました。わずか2ヶ月でちょうど倍に増えています。年間100万ドル、日本円でおよそ1億5000万円という金額は、SaaS の世界では最上位の契約に位置します。1億5000万円といえば、中堅企業が ERP と呼ばれる基幹システムを丸ごと入れ替えるレベルの金額です。それを AI、しかも特定の一社の AI に対して払う企業が世界で1000社を超えたわけです。これは AI に払うか払わないかの議論がすでに多くの大企業の中で終わっているサインです。続いて3つ目のセクション、 Google が400億ドルの追加投資を確定させた件です。同じタイミングで
アンソロピックは Google から新たに400億ドル、日本円でおよそ6兆円の投資を受けることが確定しました。即時に投じられるのは100億ドル、およそ1兆5000億円。残りの300億ドル、およそ4兆5000億円は業績や開発進捗に連動するマイルストーン型の支払いです。今回のラウンドで設定されたエントリー評価額は3500億ドル、日本円でおよそ52兆円。前回の動画でリークされていた9000億ドル評価とは別の数字、別の段階の話です。9000億ドルというのはまだ確定していない次の調達に向けた水面下の交渉数字でした。今回の3500億ドルはGoogle が400億ドルを入れる契約の中で実際に決まった足元の評価額です。少しおさらいしておくと、アンソロピックの主な大口投資家はAmazon と Google の2強です。Amazon はすでにアンソロピックに数百億ドル単位を投じ、データセンターの計算資源も提供しています。Google は当初 Amazon より少し控えめでしたが、ここに来てマイクロソフトが OpenAI との独占契約を解消するタイミングと重なるように、アンソロピックへの投資を大きく上積みしてきました。AI 業界全体で見ると、マイクロソフト陣営、Google 陣営、Amazon 陣営という3つの巨大な壁が出来上がり、その中で最大の主役の一人がアンソロピックという構図が見えてきます。4つ目のセクション、ブロードコムと 3.5GW の TPU 容量を確保した件です。投資の話と並行してアンソロピックは計算資源の確保でも大きな手を打ちました。ブロードコムおよび Google と組んで2027年から 3.5GW 分の TPU 容量を追加で抑えました。TPU というのは Google が作っている AI 専用の半導体で NVIDIA の GPU と並ぶ世界の主力チップです。すでに2026年時点で 1GW 分は確保済みで、その上に 3.5GW が上積みされる計算です。ギガワットというのは消費電力の単位で、原子力発電所1基分が約 1GW と言われます。 3.5GW というのは原発3基半分の電力を AI の計算だけのために回すスケールです。重要なのは訓練コストです。アンソロピックは最新モデルの訓練にかかったお金が OpenAI のおよそ4分の1で済んだと報告しています。訓練というのは AI モデルをゼロから学習させる作業のことで、ここで使う計算量が一番お金がかかります。同じ性能のモデルを4分の1のコストで仕上げているということは、お金の使い方の効率が圧倒的に良いという意味になります。 AI インフラへの世界投資が年間700ビリオンドル超になる時代に、コスト効率の高いアンソロピックは限られた電力と半導体の中で勝ち抜きやすいポジションに立っているわけです。5つ目のセクション、ペンタゴン除外の対比とビジネスモデルの妙です。ここで昨日5月3日にお伝えしたペンタゴン契約のニュースを思い出してください。米国防総省の機密ネットワーク IL6727 社の AI が採用された一方、アンソロピックは全ての合法目的での自社 AI 利用を米軍に拒否したことで除外されました。一見するとアンソロピックは大きな契約を一つ失ったように見えます。しかし今日のニュースを並べると全く逆のメッセージが浮かび上がります。ペンタゴンからは外されたが、民間の年間100万ドル超企業は2ヶ月で倍。ペンタゴンからは外されたが、Google からの追加投資は400億ドル。ペンタゴンからは外されたが、TPU 容量は 3.5GW を抑えた。つまり軍事には踏み込まない。その代わり民間で爆発的に伸びるというビジネスモデルの選び方が、結果として桁違いの収益と評価を生んでいるわけです。倫理基準と収益が両立する例として、これは AI 業界の中でもかなり象徴的な事例になります。6つ目のセクション、ここまでの数字が示す構造変化です。今日の数字を整理すると、 AI 業界の収益地図には3つの大きな変化が起きています。第1に、企業向け AI 契約の主役が OpenAI からアンソロピックへと売上ペース上で逆転したこと。第2に、
年間100万ドル超の大口企業が爆発的に増え、世界で1000社を超えたこと。第3に、その成長を支える資金と計算資源が Google と半導体メーカーから過去最大規模で集まっていること。これまで AI 業界の話はモデルの性能ベンチマークかスタートアップの評価額の話が中心でした。しかしここに来て ARR、 大口顧客数、ギガワット容量、訓練コストといった伝統的なエンタープライズサースと電力インフラの指標で語られるフェーズに完全に移ったことが見えてきます。 AI はもう面白い技術ではなく、桁違いの売上と電力を扱う重厚長大な産業になり始めています。ここまでをまとめます。今日の主軸は3つです。第一に、アンソロピックの ARR が300億ドルに到達して、オープン AI の250億ドルを逆転し、年間100万ドル超の顧客が2ヶ月で500社から1000社へ倍増したこと。第2に、Google が400億ドルの追加投資を確定させ、エントリー評価額は3500億ドルになったこと。第3に、ブロードコムと組んで2027年から 3.5 ギガワットの TPU 容量を上乗せし、訓練コストはオープン AI の4分の1で済んでいること。 AI 業界の主役交代が評価額の話からいよいよ売上と電力の話に変わってきたことをしっかり押さえておきましょう。ここで視聴者の皆さんに3つのアクションをお願いします。1つ目、ご自身の会社や取引先で年間どれくらいの AI 関連支出が発生しているかをざっくりで良いので一度棚卸ししてみてください。クラウド料金、ライセンス料金、チャット GPT やクロードなどのサブスクを合計すると想像より膨らんでいる可能性があります。2つ目、AI 企業の評価額のニュースを見るときは評価額だけでなくARR、大口顧客数、計算資源量という3点もセットで確認してみてください。本物の競争力は評価額よりもこの3指標に出ます。3つ目、アンソロピックやオープン AI といった大手の AI モデルだけに依存せず、業務に応じて複数の AI を使い分ける運用設計を社内で検討してみてください。マイクロソフト、グーグル、アマゾンの3巨頭がそれぞれ別の AI に投資する時代に、自社だけ一社固定というのはリスクが高くなりつつあります。今日のニュースでこれは気になると思ったトピックがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。皆さんの関心が高いテーマは次の動画で深掘りしていきます。チャンネル登録と通知ベルをオンにしていただければ毎日の AI ニュースを見逃さずチェックできますよ。それではまた次の動画で。